こんばんは、ゆうすけです。今は午前3時ぐらい。ここは普通の住宅街です。この時間はみんな寝てるのかな。寝てるんだろうな。夜なんで静かに話します。このチャンネルでは僕が賑やかな繁華街を歩くことが多いんですけど、多くの外国人が日本は静かだよねって言います。特に夜は静かですね。で、日本に住みたいって言ってる人が、もし本当に日本に住むことになったら、多分渋谷とか六本木とか秋葉原とか、そういうところには住まないと思うんですよ。こういう普通の住宅街に住むはずなんですね。で、それがどんな感じなのか見てもらいたくて、今普通の住宅街を歩いてます。まあ見てもらいたいって言われても真っ暗で何も見えないかな。もちろん場所によりますけど、日本は夜になると静かです。田舎だと夜は怖いぐらい静かな場所もありますね。その国特有の雰囲気とか、その国の人たち特有の行動とか、そういうのは面白いですね。僕は日本語レッスンを仕事にしてるんで、当然外国人と話す機会が多いんですけど、最近外国人によく言われるのは、日本人特有の話題を理解するのが難しいって言われますね。特に不思議だと言われるのは、日本人同士が話しているとき、なぜか血液型の話をすること。そう。これは僕も意味がわからないんですけど、なんか日本人はそれぞれの血液型によって人間の性格を分類できると考えてる人がいるんですよね。それは間違った認識ですけど、まあ占いの類ですね。大規模な統計データを取ってるなら信用しますけど、根拠がないんで、ただの迷信ですね。日本人はなぜか人をいくつかのタイプに分類したがる傾向があります。血液型以外でもそういうのがあって、例えばあの人は文系の人とか、あの人は理系の人みたいな分類の仕方。文系理系っていうのは文学タイプの人か数学タイプの人かみたいな感じです。文系の人っていうのは考えを言語化する能力が高いとか、状況を理解する能力が
高い人を指します。職業だと弁護士とか営業マンとか経営コンサルタントがそのタイプです。理系の人っていうのは数学が得意な人とか理論的に考える傾向が強い人のことを指します。職業だと医者とかプログラマーがそのタイプです。文系か理系か分かるシンプルな質問があります。あなたは300円持ってます。170円の買い物をしました。お釣りはいくらですか？この質問の答えによってだいたい文系か理系か分かります。理系の人はお釣りは130円と答えます。でも文系の人はお釣りは30円と答えます。どういうことかっていうと、理系の人はこう考えます。300円持ってて170円を使うんだからお釣りは130円です。これはシンプルに300円から170円を引いて残りは130円ってことですね。当然計算して出した答えですね。でも文系の人はこう考えます。170円の買い物をするときは300円持ってても200円をレジに出します。で、170円の買い物で200円支払うんだからお釣りは30円です。これは計算するだけじゃなくて買い物をするときを想像して考えた答えです。これが文系と理系の違いです。まあ人をタイプ別に分類することに意味はないんですけど、例えば新しい社長はどんな人みたいな質問をして理系タイプだねって言われると、ああプログラマーみたいな人かなとか事前に想像しやすいんですよね。誰かに人の性格を説明するときにちょっと便利な表現なのかなって思います。日本は独自の言語だし島国だしアジアの端にある小さな国だから他の国の習慣とか常識とかそういう影響を受けにくいんで、日本特有みたいな考え方の人たちが多いんじゃないかなと思います。だからこそ日本は世界の中で個性がある国になったんでしょうね。世界中でグローバリズムが進んでいる中で変な個性がある国は魅力的だと感じる人もいるし、僕はそういう変な個性がある日本が大好きです。皆さんはなんで日本に興味を持ったのか
僕は気になります。やっぱりそういう変なところですか？はい。今日の動画、ここで終わりです。それじゃまた。